今、日本で暮らしている外国籍の方、どのぐらいいらっしゃると思いますか？この表のようにですね、最新の統計ですと約247万人、人口の 1.8%、だいたい50人に1人くらいが外国籍の方です。国籍で言いますと、この表のようにですね、中国、韓国、フィリピン、ベトナムの方なんかは急増しています。大都会だけではなくて、地域にもたくさんの外国人の方が暮らしている、そんな社会になっています。では、こういう外国の人も含めて、私たちがどうやって地域社会で仲良く暮らしていくのか、それを考えたときに大切なのがこの多文化共生社会というものです。まずは、皆さん自分がメンバーである、所属しているっていうふうに思うのが自文化、自分の文化です。それ以外が全部異文化なんですね。でもこの自文化というのには、日本語とか日本文化、大きな括りだけではなくって、皆さんの若者文化とか、高校生の文化、地方の文化、皆さんのそれぞれの趣味やスポーツの文化、様々なものがあります。ですから、皆さんそれぞれ自身の中に様々な自文化があります。そして今この空間の中にもいろんな異文化が共存しているわけなんですね。なので、地域の中で外国の方も含めて、お互いの異文化、異なる文化を認め合って尊重し合いながら、対等に仲良く暮らしていく。これが多文化共生社会の大切な概念になります。この多文化共生社会、今、日本では日本人だけが日本語を喋ってるわけではないんですけれども、多文化共生社会の中の共通の言語って何語になると思いますか？英語でしょうか？実は先ほどご紹介した外国籍の方、英語でコミュニケーションができるよっていう人はわずか3割なんですね。なので皆さんの中には、私ちょっと英語ができないから外国の人と喋るのはというふうに尻込みされる方いらっしゃるかもしれませんが、そんな必要はありません。日本語で頑張りましょうという話なんです。でも単に日本語というのではなくて、この多文化共生社会の共通言語として考えられているのはこの優しい日本語というものです。優しいって2つの意味がありますね。簡単というものと、それから心があったかい親切というものです。ですから、この優しい日本語というのは、あったかい心を持って、より簡単な、わかりやすい日本語を使っていきましょう。そういうことなんです。ここに今4つコツがあります。1つは、ゆっくり、はっきり。これは当然のことですね。それから、小学校1年生ぐらいでもわかるような優しい言葉を使いましょう。選びましょうということです。東日本大震災の時にですね、高台に避難してくださいという言葉が分からずに困った外国の方がたくさんいました。高台に避難ではなくて、高いところに逃げてくださいと言えば通じますよね。そして言葉で通じなかったら、じゃあ今度はジェスチャーでも地図でもイラストでも何でも使って一生懸命伝える。これが大切です。そして最後に、相手に対する思いやり配慮の心です。ちゃんと伝えよう、そして分かろう。このことも大事なことになります。皆さん、この優しい日本語の概念を使って、たくさんの異文化の方とコミュニケーションして、皆さんの世界を広げていっていただいたら嬉しいと思っています。